はい、皆さんこんにちは。私の名前は愛です。今回はすごい久しぶりの愛トークをしていきたいと思うんですけど、まずはちょっと私のどうでもいいご報告です。はい、髪を切りました。久しぶりにここまで短く切りました。で、あと一応染めました。多分カメラだともう全然わかんないです。写真を撮ろうとした時にマジ変わんねんなと思って、でもちょっと明るくしました。もともとは私は死ぬまで黒髪でいたいって思ってたんだけど、まあさすがにこの年齢で白髪がすごい多くて、多分動画見てわかると思うんですけど、特に私のリアクション動画のサムネでわかると思うんですけど、もうこことかもうすごい白髪があったんだよね。でまあ年齢的にちょっと多すぎるって私の美容師の人に言われて、で母とかにもすごい前からずっと言われてたんですけど、まあなので染めることにしました。はい、私のどうでもいいご報告でした。まあ本編に行くと私が今日話したいこと、まあ何日間で、いくつかちょっと思ってたんですよね。まずはその赤楚くんがアニメエクスポに来るんですよ。赤楚くんだけじゃないんですけど、ノーネレナさん、ノンさんが来るんですけどすごい驚きました。で私行きたいと思ってるんですけど、でもなんと LA はちょっと遠いです。で飛行機だと多分2時間半とかで行けるんですけど、$300っていう、ちょっと若干前よりは高くなってるっていうのもあって、で一人で行くのがやっぱ怖いんですよね。特に女性一人で LA に行くって、ちょっと治安が悪いっていうのがやっぱ有名でもあり、アメリカ自体が、ソロトラベルには合ってるかっていうと、ちょっと合ってない。気をつけて旅行した方がいい。でも LA はもう特にもう多分、違う。いくらアメリカに住んでて、治安が悪いところとか慣れてても多分ちょっと怖いっていう感じなので、誰かと行かないといけないで、その誰かとっていうのも分かんない、誰かと分かんないっていうのもあり、もうちょっと LA が近かったら私の住んでる州から本当にそんな遠くないんだよね。で正直に言うと私多分何回か言ってるんですけど、オレゴン州っていう州に住んでるんですけど、カリフォルニアとワシントン州ってさ結構有名じゃないですか。ワシントンだと、シアトルがあるし、カリフォルニアだと LA とかサンフランシスコとかサンディエゴとか、いろいろ有名な街とかいろんな有名な観光地がある。でポンとオレゴンみたいな感じ。なんかちょっと多分写真編集してる時に写真を入れるかもしれないんですけど、はい多分コーヒー好きの人はオレゴンは知ってる、ポータランドっていう街があるんですけど、でそこもね都会というのもあり、やっぱ日本人が一番住んでる街、ビーバートンかな、一番住んでるアジア人が多い街、多分オレゴンの中では。はい、ちょっとたまにね、なんでこんな田舎に住んでるんだっていうことをちょっと落ち込んじゃうんですけど、はい。で次はですね、なんとアンジュルムのリーダーはカームではないカミコです。正直にこれ朝を見て驚きました。はい、もう絶対カームと思うじゃん。サブリーダーも何年もやってるからさ、普通思うじゃん。カミコでもカミコも私のイメージだとすごいアンジュルムの愛情があるっていうイメージで、なんかもともとスマイレージが好きで入ったみたいな感じ、スマイレージだった頃に入ったっていうイメージがあるので、ですごいテレビとかも出てるし、モデルとかもいろいろやってるので、なんかアンジュルムをもっと人に知ってもらいたいっていうなんか考えがすごい伝わる
イメージなんだよね、神子って。でも意外だよね。もうこのやっぱさ、普通ってさグループって先輩後輩じゃん。で一番先輩の子が次のリーダーになるっていう感じじゃないですか。だからもうどうなってんのかなって暗示が。でもう私がちょっと思うのには、もういずれ多分 2,3 年後とかなんか若菜ちゃんがリーダーになってもおかしくないなっていうぐらい。だってすごいもう私のイメージだと若菜ちゃんってあんなにやっぱ今年16だっけ、あんなになんかちっちゃくってなんか年齢的にはちょっと若く幼く見えちゃうっていうのもあんのに、すっごい頭が良さそうですごいしっかりしてそうなイメージだから、なんか、このままだともう正直に言うとなんか若菜ちゃんがリーダーになってもおかしくないと思うんですよね。自分の予想だけなんだけど、いずれねもしかしたら、ずっといたらで、上のね先輩になっていくんだったらなるかもしれないんですけど、はい、そういう感じですね。もう何十ルームってよくわかんないっていうなんか感じで話したかっただけなんですけど、はい。でこれもちょっと多分言うの忘れたんだけど、なんかこの髪型でちょっと撮影してみたくって動画を。でもなぜなら私自分でこんなうまくねセットできないからっていうのもあって、やっぱプロの人ってさ、プロの美容師の人ってすごいじゃん。やっぱすごいなって思いますね。どうでもいいことなんですけど、はい、多分以上かな。で、この動画は多分、7月ぐらいとかに出すつもりで、だからもしかしたらアニメエクスポとかも行けてたりして、もしかしたら結局行かないままで終わっちゃうっていうのもあると思いますね。でどういうんだろう、私がそういうねやっぱ好きなタレントさんとか好きなアイドルとか、俳優さんとかにやっぱこっち来た時には絶対行きたいっていうなんか思う理由が、中学校の時にベリーズ工房が来たんですけど、シアトルに。で全然どういうの運転できる距離なんですよ、私が住んでるところから。でも4時間ぐらいかかるんですけど、これはちょっと普通みたいな感じ、田舎、私が住んでるところには。でもやっぱあんまり当時はもうお外に行くっていうのがもうそもそも慣れてなくて、でシアトルまで行くっていうのが自分にとってはすごいありえないことにしか思ってなかったので、なんかシアトルまでわざわざ都会まで行くっていう考えがそもそもなかったんですよね。でその結果、行かなくて、でいつか日本で行けると思ってたら、結局日本にもほぼ、中学校の時は1回しか行かなかったので、会えないまま解散でも活動休止になっちゃったので、できるだけ、その経験から覚えて、できるだけ、好きなね好きなその、アーティストさんとか、俳優さんとかそういうのが来たら、絶対行ってみたいなっていう思いがあるんですよね。1回しか来ないから、だいたい海外には2回3回とかっていうのもそもそもあんまないんだよね。で海外で結構知名度がある、アーティストさん、ベイビーメタルさんとか、ワンオクロックさん、合ってるかな、名前が合ってるかな、合ってなかったらすいません。ちょっとワンオクロックかワンオケラックかどっちかいつも分かんないんですよね。本当に申し訳ないんですけど、そういう海外でもすごい知名度があるアーティストさんだったらツアーも何回もしてるんですけど、そこまでやっぱ海外、アメリカとかまで、アジアだったら何回か来ると思うんですけど、アメリカまですごい知名度があるわけでもないアーティストさんだったら人生1回で、結局ね山田くんとかもさ1回しか、来なかったっていう結果になってるので、行ってよかったな、山田涼介くんにアニメエクスポに前行った時に本当に行ってよかったなっていう感じで、未だにすごい思ってますね。ライブでも何回か行ってるんですけど、やっぱ海外で見る自分の国に会うっていうのもちょっと違うんですよ。はい。この動画がねもう多分10分以上は、カットするところも多分あると思うので、10分以下にもしかしたら
なるかもしれないんですけど、ちょっと私の話は結構多分つまらないと思うので、ちょっと以上にしていきたいと、本当に以上にしたいと思います。ご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。